今日はこんなお悩みがある田中さんからメッセージをもらったよ。私は都内で働く20代のデザイナー田中です。今、年収280万円です。これからもこの年収で働き続けるのかと思うと本当に苦しいです。都内に住んでいるので、家賃も交通費も高いですし、デザインの勉強のための本も買うのに本当に迷うし、自分の好きな漫画や服や食べ物も毎回安いものを探していて、時々本当に惨めな気持ちになります。それに、まだ病気はしたことないのですが、もし大きな病気になったら治療費なんて払えません。ここから抜け出す方法はありますか？田中さん、今すごく苦しいんだね。毎日頑張ってた本当に偉いよね。しかも苦しいのにデザインの勉強をするための本を買おうとしたりしていて、デザインの仕事がもっとうまくできるようにと思っているのかな。向上心があるのね。よし、すぐには難しいかもしれないけれど、どうやったら苦しくなくなるか考えてみよう。そもそも年収が低いのはどうしてなのかしら。デザイナーさんってアートディレクターやクリエイティブディレクターにならないと稼げないというイメージはあるよね。それに年齢が上がらないとそういうポジションにつきにくいイメージがあるな。そうね。じゃあ、年齢も関係なく、ポジションも関係なく稼げる方法を考えてみましょう。あるのかな、そんな方法。探してみたらいい方法があるかもしれないじゃない？思い当たることとしては、こんな感じかしら。1、副業をやってみる。2、フリーランスになる。3、転職する。ハードル高すぎない？そうね。どの選択肢もデザイナーの経験を積んで初めてできそうなことだよね。あれ、結局近道ってないってことなんじもう少し考えてみよう。例えば、転職するとして、デザイナー経験を活かせる別の職種に就職するのはどうかな？ゃ。どういうこと？結局、アートディレクターやクリエイティブディレクターのお給料が高いのって、デザインの知識もそれ以外の知識もあって、本当に質の高いクリエイティブを生み出せるからだと思うの。それならデザインの知識もそれ以外の知識も両方学べちゃう会社に転職しちゃって、お給料が高くなるまでの道をなるべく短くするってことよ。なるほど。それならできるかもね。でもどんな仕事がその両方学べちゃう仕事なんだろいろんな種類はあると思うけど、例えばマーケティングの知識が学べるところはどうかしら。う。マーケティング、今っぽいわね。なんでマーケティングを例に出したかっていうとね、デザイナーさんのお仕事だと発注が来てそれを納品しておしまいってパターンが多いでしょ。つまりそれって自分の作ったものがどういう風に使われるかまで考えるのが職業的に難しいってことだと思うの。でもマーケティングやってる会社に入っちゃえば、作ったものがどんな風に使われてどんな人に届くのかまで学ぶことができるでしょ。でもさ、年収は今より上がるかもしれないけど、デザイナーって職業とはまた別の職業になっちゃうじゃん。田中さんがデザイナーで年収アップを目指したい人だったらどうするの？そうね。確かにそうだわ。でもね、どんな職業を選ぶか、どんな人になりたいかは、常に田中さんの自由だと思うの。どういうこと？今は年収が低いのが一番の課題だとするじゃない？そしたら、年収をアップして、そのアップした金額で、田中さんの学びたい知識が載っている書籍など買えるようになって、デザイナーとして成長できるでしょ？
自分はデザイナーとして成長するんだ。今はそのために別の知識を学んでるんだって心の中で思うなら、それはデザイナーとして年収アップしたっていうことになると思うの。また、その後デザイン会社に転職するのももちろんいいと思うし、マーケティング知識のあるデザイナーだったら転職の時アピールもしやすいわよね。職業は誰かが決めるんじゃなく、自分が決めるってこと？そうそう。それにね、頑張り屋さんで向上心のある田中さんなら、きっと素晴らしいデザイナーになれると思わない？そうだね。もうすでに田中さんは何もないところから目で見える形で何かを生み出せるって素晴らしい才能を持っているんだもん。そうね。お金がないと、どうしても自分が選んだデザイナーという道とはいえ、悩んでしまうと思うの。だって、お金がないことで自分のやりたいことができないと悲しいでしょ？でもね、考え方を変えてみたら、年収アップできるかもしれないし、年収アップしながらデザイナーとしても成長できる最短の道が見つかるかもしれないわ。そうね。これが正解ってわけじゃないと思うんだけど、一つの答えになってたら嬉しいわね。これからも応援してるよ、田中さん。私も応援している。最後まで見てくれてありがとう。この動画が良かったと思ったら高評価、コメントよろしくね。うちみとガンモは毎日頑張るデザイナーさんを応援しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。